バスツアーってどうかな、回ってみて。そう、長い。ちょっと今の言い方マジで辛くて長い。それが一番の感想なんだけども、でもなんかいろいろと覚えていくことは多い。確かに自分でやらなくちゃならないこともすごく多いし、今まで覚えてきたことと違う意味でも18から始めたわけでしょ。須藤さんと会ったのは16の時だけど、それからここまでにたどり着くまでには弱10年。そうだね、10年弱っていうのか、10年弱だね10年弱かかってここまで弱まあ、若干10年、そういう意味ではすごくなんていうのかな。それで今回のツアーに関してだけでもないんだけれども、特に感じるのかな。今回のツアーは絶対にその楽な気持ちでだけで回れないっていうのかな。なんかいつもやっぱりすごく大きいプレッシャーがあるっていう、そういうプレッシャーの男だもんね、さっき言ったから。ある意味自分でこうなんていうのかな、何もかも決めてったりすることが目的で、いやそれができるということ前提でこう回り始めたツアーっていうのはやっぱり一歩一歩が大切だし、なんていうのかな、昔のツアーだったら多分ここのツアーどこの場所行ってもきっとどうせ会館に行ってホテル行って食事行ってで、まあお客さんがそれなりに乗ってくれて、それで満足していたはずなんだけど、でも今回はなんかちょっと違う、バースはレコードもバースから初めて全部自分でプロデュースっていう責任もついて回るっていう感じだよね。ツアーもそうだと思うけど、体調の悪い時とかいい時とかもう関係ないでしょ。自分こそここにはいけなくて、時々このツアーにうちの親父がついてくるんだけどでもね、親父がね、普通工程表とかって時間決めてこの時間のこの電車に乗ってくださいって言うでしょ。でもね、親父はねもう定年退職してるし、親父はまあ自分はね好きな時間に好きな電車に乗って行くから別にチケットなんか取ってくれなくてもいいっていうわけ。でも親父のその気持ちがすごくよくわかる。その年になってまで俺そんな時間に拘束されて生きていきたくないもんね。そうだね。コンサートもだから好きな時に好きな場所でできるようになる確かにそうだよ。尾崎豊のツアー場所も日時も未定してないかもしれない。なんかボブ・ディランが昔コンサートを開くっていうんで1週間前にビラをニューヨークの街の奥、上からこうヘリコプターでね、ビルのヘリコプターどっちかだと思うんだけど、でなんかコンサートやったらそれぐらいラフなもんだったらいいんだけど、コンサートやるのってこんなに大変なもんかっていう一本のコンサートをやって、でもその辛さってまあ自分がねそのもう決められた時間の電車に乗りたくないっていうまではその辛さも知っておくべきだと思うし、またそういったものを感じて、アーティストって隠しておきたいようなさらけ出したくないようなところを試合に出しちゃう。今回はなんかもろにみんながそれぞれ出してるのがチームって実感できるし、でそれをしている自分も昔よりもっと感じるし、だからそういった意味じゃなんかそれからスタッフとか全てのなんていうのかな、
かあ